今日は11月の最後の日です。明日から12月。早いですね。土曜日でおばあちゃんはデイサービス。で、昨日は花も仕入れたので、なんとなくすがすがしいね、せいせいしたあったかいし、ね、日です。そして今日はね、できるだけ寄せ植えをたくさん作っていこうと思います。サイズ違いで寄せ植えだとかハンギングだとかをできるだけ作ります。でこれがね7号です。7号の鉢っていうのが鉢があまり小さすぎもせず大きすぎもせず割と作りやすいですね。7号8号あともう明らかに大きいね33センチとかあとね順番的には8号が作りやすい。で今日はね作りやすいものから順番にやっていきます。これは金魚で白っぽいのでいこうかな。白い切れ葉の葉ボタンでこれがねガザニアのアイドル。葉っぱの色が可愛い。でこれは白いポンポンデージーでポンポンデージーってね割とワイルドで葉っぱがいっぱい茂ってるんだけど大きすぎるなと思ったら取ってしまっても大丈夫です。ポンポンデージー自体が丈夫なので葉っぱをむしったからといってそれで枯れてしまうってことはありません。で白のガーデンシクラメン。白いお花っていうのはねこうやってちょっとね枯れてくるとシミが目立ちます。だからシミが出てきたら花は取ってあげる。葉っぱの数だけつぼみが上がるというのでねこの下の方にもいっぱいつぼみが出てますから惜しまずに取ってしまいましょう。このガーデンボリュームがある。そして白いビオラにアリッサム。昨日の仕入れではね欲しかった葉ボタンそれから白大菊買えませんでした。白鯛はなかったし葉ボタンは在庫もあるっていうのもあるんだけどなんとなく迷ってるうちにどんどん買われちゃって、でも金曜日に買えなくても月曜日仕入れなのであんまり無理して予算オーバーで買う必要もないんです。無理だなと思ったら買わない。その代わりね他にも買えたものとかもあるからね。このガザニアなんかもそうです。白いお花で作ってみました。ガザニアはねお花自体はピンクなんですけど葉っぱが白いですから。で金魚草、葉ボタン、ガーデンシクラメン、ビオラ、アリッサム、デージ。かわいい。冬だとちょっと寒いかもしれないけど、色味が。でもホワイトクリスマスみたいでいいじゃないですか。1個目出来上がり。7寸の冬の寄せ植え。続いてね、7号の寄せ植え。7号の鉢がね、3つあるので3つ作っちゃいます。これが昨日買ってきたシクラメンなんだけど、ガーデンシクラメン。耐寒性が高く開花期が長い。冬の代表的な外に植えられる苗ですね。でこれがねボリュームがあるので後ろの方に使います。金魚も入れちゃう。金魚草やストックは花が終わった後に、花を切ってあげると3週間ぐらいでまた花が上がります。3週間が長いか短いかっていうのは、気持ち次第ですけど私なんかすぐ咲くなって思う感じ。それだけ3週間ねずっと指折り数えて待ってると長いですけどいろんなものがね咲いたり散ったりしますから気がついたらまた咲き始めたっていう感じですね。見てこれバーガンディって書いてあった。フリル咲きのパンジーかわいい。こういうのが好きなんです私。白鯛代わりに入れる感じかなこのガザニアは。八重咲きジュリアももうちょっと薄い色がいいな。バーガンディに合わせて青でもいいけど黄色入れます。寄せ植えの色っていうのはある程度数を抑えた方がいいとかって言いますけれどもこれなんか見てください。赤白黄色ですよ。
ピンク、黄色、紫、白でいろんな色を使ったからメリハリがないとかね、なんかトータルで見てよろしくないって思いますか？可愛いじゃない。さっきは白だけで作りましたけど、これはいろんな色が入ったね、冬の寄せ植え。ガーデンシクラメン、金魚草、ハボタン、ガザニアのこの子ですね。この子がアイドル。まだ咲かない。のアイドルよりもこっちのバーガンディ、こっちの子に今は頑張ってます。八重咲きジュリアンにガーデンシクラメン。もりもりの花束みたいでしょ。かわいい。しかもね、なんか割とこういうのが入るとちょっと品がいいっていうか、これは私はちょっと気に入りました。シクラメンをもうちょっと濃くてもよかったかもね。これはね、水色のパンジーです。可愛いんでまた買ってきちゃいました。このパンジーの水色とこのガザニアの白が相性いいんじゃないかと。こんな感じ。この丸まってる根っこをちょっとほぐしてあげて。どのぐらい入るかな。かっこ悪いかしら。このパンジーの水色がパステル調なので、白いガザニアの葉っぱを生かして作りました。ガザニアの花が咲いてきたらもうちょい賑やかになると思います。顔の大きなパンジーとね、白い葉っぱのガザニアを合わせました。ガザニアというのはね、夏の花って思うかもしれないですけども、耐寒性のある多年草のガザニアです。どうでしょう。パステルトーンのブルー。続いてね、これは27型のプランター、エコエーデルっていうやつです。27センチだから9号ですね。3区27ね。9個とちょっと大きいのでね、少し大きめのハボタンとかも使えます。器がちっちゃいのにね、中身が大きいと頭でっかちになってしまいますので、ね、このハボタン美しくてすごい素敵でしょ。使いたいの。ちょっと低めに植えて高さを低くします。これはね、違うのよ、これとは。昨日の市場でもね、踊り葉ボタンみたいなの出てきたんだけどね、大きいね。3株植わってたりすると葉ボタンの縁取りなんかね、3株植わってたりすると3ポット分でしょ。サイズはどうであれ。それだから、そのぐらいのご予算で計算すればお得かもなと思いながら見てたんだけど、1つの葉ボタンので値段かける3よりも高くね、みんなどんどん買ってましたね。もうみんなお金あるから弱小の花屋はね、あんまり高いのは買えない。見て、これでも可愛いでしょ。白鯛が紅葉してます。ほら綺麗。なんかネオンみたいな色になりますね、紅葉すると。それでね、私は家の DIY とかもやってるんだけど、何にしたって高いじゃないですか。ペンキでも何でもね、そんな簡単には買えないよ。バンバン買えないよ。パンジー、それだからね、ある程度お金が貯まった時に買ったりとか、それでいてね、工具なんかも欲しくなるんですよ、道具ね。で、ただいま Amazon のブラックフライデーやってるでしょ。それでね、もうブラックフライデーになるまで買わないと思って待ってたペンキ塗る、電気でペンキ塗るやつ、チューって、なんつうんだっけ、エアスプレーで、それを欲しいものリストに入れてって欲しかったんだけど、 Amazon でね、ブラックフライデーになってね、値段が1円も下がりませんでした。
8670いくらで8700円ぐらいね。でもすぐにでも欲しい。気持ちがねものすごくペンキに傾いていて、でペンキ塗るの大変だからエアスプレー電気のが欲しいっていう気持ちにすごい傾いていて、そしてね外食を控えるとかなんか余計なものを買わないということにして一回ねマック行ったと思えば、なんかね私が欲しいのと、あと海外製のとかでね、それは5600円ぐらいになってるの、アマゾンのブラックフライデーで。でも欲しいやつねを買いたくて、ですごいレビューとかもね読んでね、外国製のがね悪いレビューが書いてあるわけでもないんだけども、使い方のね動画なんかも見てね欲しいなと思うのをね、もう清水の舞台から飛び降りる気持ちでね買いました。ブラックフライデーで値下がりもしないのに、買ってしまった。これがハボタン4つに金魚草バコパ、これが琴桜にパンジー白大菊、でこれがジュリア、プリムラ系を2つ入れちゃった。琴桜とジュリア、ちょっと豪華じゃありませんか。続いてやっぱり9号サイズで作っていきます。濃い方のハボタンね、白系じゃなくて濃い方。これはなんだっけ、ほんと出てこないんだよね。なんか90歳になっても100歳になってもしっかりしたねお年寄りとかもいるから、そういうのを目指したいなと思うけど、うちの母さんなんかはねデイサービスに行くのにお迎え9時だっけ10時だっけっていうのがすごく気になるみたいでね、お迎えなんてもうね3年も通ってんだから変わらず9時なの。だけどそれがいつも分かんなくなっちゃう。それで9時だか10時だか分かんなくて心配になって聞きに来る。でも几帳面だからね遅れないようにとかそういう気持ちでしょうね。どうしよう。でもね朝声かけて今日はデイサービスだからって言って体温を測って、だからもう今日がデイサービスっていうのは朝一で伝えるんだけど、油断するとねお布団に潜っちゃったりとかしてね全然支度をしてない。それで声かけるとささっとやってくれる時もあるし、まだ時間があるからねまだいいのよなんて言ってねちょっとムッとする時もある。忘れてたわけじゃないわよみたいな感じでね。それでね2階から下に降りてきてもうしばらく経つんだけれども、下に降りてきてよかったわって言ってる。2階でね私が部屋をね整理してるんだなんて言うと、見に行こうかしらなんてね階段登って行くんだけれども、降りてくるともうその階段の上り下りが下手っちゃうとか言ってね、本当に降りてきてよかったって言ってますね。さあどうしましょう。同じ色のビオラです。全くくっつけるんじゃなくて少し離して、これを入れたらこれはいらないかな。せっかくほぐしたので、ハボタンが後ろの方ばっかりだから手前にも入れる。母の認知症はねぐんぐんぐんと進んでる気がしますね。で薬なんかも飲み忘れる日もある。で薬はね袋に日にちを数字を書いて、で自分で飲むっていうんで母が管理してるんですね。で引き出しとかに置いてある、入れてあって、その場所とかは分かってるんだけど、私がご飯1日1回だから出してあげたりはしてません。それがね1ヶ月分もらってんだけど、そろそろ1ヶ月なんだけどまだ15日分ありますとか言うからね、そりゃ飲んでないだろう。まあね血圧の薬と
あと認知症の薬なので、飲み忘れても命に関わるわけではない。でね、血圧なんかもね、そんなに高くない。でね、2日に一遍主治医のいるね、デイサービスに行ってるんだから、まあ大丈夫でしょうと思って。デイサービス行かなかったらね、一日中寝っぱなしだから、本当に行ってよかった。出来上がりこんな感じかな。どっちが正面？ここら辺かな。ハボタンとガーデンシクラメンとビオラアリッサムなどの寄せ植え。やっぱりね、こうやって見ると紫とかピンクとかそういう色合いになっちゃうんですよね、冬の寄せ植えって。だからね、ついつい赤とかね、黄色とかそういうのも入れたくなる。これはハボタンね、このピカピカのやつと、このちょっと深いのと、これもくすんでます。くすみカラーですね。続いてガーデンシクラメンのジャイブの寄せ植え。一応仮置きしてみます。4つでいいかな。やっぱり5個のがもりっとしますね。これに何の葉っぱを入れるか。シクラメンは浅植えね。あんまり長くないアイビー。そしてウエストリンギア、アイビー。同じ色？初雪かずらも入れちゃう。賑やかすぎるかな。クリスマス前だからこのぐらい賑やかでいいでしょう。ガーデンシクラメンといろいろなカラーリーフの寄せ植え。ガーデンシクラメンが1、2、3、4、5個ね。5個入れて、ウエストリンギアとかアイビーだとか白大陸だとか、初雪かずらだとかが入ってます。こんな感じ。賑やかです。続いて33センチの大きい寄せ植えに作ります。このね、バイカラーのハボタン使おうかなと。これがいくつぐらい入るだろう。このね、頭以上に根鉢が大きくならないように。お腹が空いてきて、なんかね、うちの末っ子が今ね、ダイエットしてるんですよ。あの人は年末になるとダイエット始める。それで何のダイエットしてるのかっていうと、1日1食なんですって。で、外に働きに行ってるから朝ごはん食べずに行って、昼ごはん食べて夜食べないっていう感じらしい。で、1日1食ね。若いのに体に悪いとかって言うでしょ。でももう22歳だから。15、6のね、子だったらこう成長期でね、あんまり良くないと思うんだけど、もう22歳でね、それで仕事をしているので、ものすごくね、怪力っていうかね、力があるんですよ。それで体にお肉もたっぷりついてて、ものすごくなんていうのかな、走るのが速いとかそういうんじゃないんだけど、体力はあるね。これで1、2、3、4、5、6、7個入りました。ここにいろいろ入れていきます。
何入れると可愛くなるかしらね。こういうリーフが入ると途端に可愛いでしょ。これは昨日買ってきたアリッサム。アリッサムが2つ入りました。ヤマトが来ましたね。ヤマトの名字がある。これね、ポリゴナム。ちょっとヤマトにしゃべってください。話がつきました。代品の話です。で、ここにポリゴナムを入れる。ポリゴナムね、可愛く覗いてほしいね。ポリゴナムもお花ね、お花ではあるんだけど、地味なお花なので、どっちかっていうと葉っぱの色を楽しむ。やっぱり花はいるかな。なんかパンジーとか入れた方がいいかな。ヤブコウジね。ヤマトさんもね、忙しいんだと思いますね。だんだんと年末で、明日からね、12月だ。考えた末、少しビオラを入れます。顔を出してね。あら、こことここ。どっちから見る？これは最終的にどこから見てもね、ぐるぐる回してどっちを正面にしてもいい感じで、いろんなとこにアリッサムとか入れといた方がいいかも。アリッサムばっかりだとつまらないので、バコパ。それでね、話は戻るけれども、息子はね、1日1食にしてもうね4キロ痩せたって。いいよね。若いとね、痩せるのも早い。でもね、もともとね、もう太ってんだよね。80キロぐらいあるんじゃないかな。スレンダーっていう感じではない。ブヨブヨに太ってるわけでもないんだけれども、しっかりお肉のついた動けるデブって感じなのでね、ちょっとすっきりしたいんだと思います。お金がなくて食べられないとかそういうわけじゃないんですよね。やつはお金いっぱい持ってくる。でもね、なんか変な咳とかしててね、気になるんだけど、なんかね、空気が乾燥してるからとか言ってね、加湿器買ってきて、床がびっちゃびちゃになるほどね、ボーボー加湿器焚いてるの。で、昨日なんか洗濯物入ってて渡したんだけども、そうしたらね、風呂上がりなんだけど、部屋でね、暖房ガンガンつけて、窓開けて、それでパン1でもう突っ込みどころがありすぎて、ストーブつけるなら窓閉めなさいって言いましたね、とりあえずね。そんなこんなでね、まったくまたぼやきました。すごい芯から怒ってるわけじゃないんだけど、まあそんな子なんですよ。どうですかこれ。これで今日はおしまいにしよう。うちでね、今ね、炊飯器でさつまいもふかしてるから、お腹空いたからそれ食べます。